皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の雇用関連の経済政策というのは点数にすれば0点ではないかという話を取り上げようと思います。なぜそのように韓国の話についていきなりするかといえば、それは先日私が生放送で日本国内における雇用関係の話を取り上げたからです。その中においては、現在の日本の雇用関係の話というのは、高齢化社会の進展により、高齢者の人たちが大量に定年退職を迎え、それらの人々が再就職したり、もしくは再就職が難しいことによって非正規雇用になっているという話をしました。そして日本の中においては、若者たちは基本的には高卒であろうと大卒であろうと、非常に多くの企業が彼らを求めています。これはまさに少子高齢化の姿なわけです。これに加えて女性たちの社会進出などによって全体としては非正規雇用の割合というものが増えていく、その傾向が続いているということや、全体としての平均給与などが横ばいで実際の手元に残るお金というのはさらに悪化しているという話があります。これらのことから日本国内においては安倍政権の行ってきた政策というのは非常に悪いものであったという評価をする人たちがいます。現在はちょうど安倍政権から菅政権へと変わり、このように安倍政権の行ってきた経済政策の中において雇用関係の話というのは基本的には非常に悪かったという評価が報道各紙で見られるようになりました。しかし私はこの点についてはかなり疑問に思っていて、これらの評価というのは一つ大きな問題を抱えています。私は以前の動画の中で何度か言いましたが、政策を評価するときに0点か100点の2つしか存在せずに、その間の得点であれば100点未満だからそれらについては全て0点だ。だから安倍政権の行っている政策というのはまさにゴミみたいなものだという評価をするような人たちは、これはまさに事実をねじ曲げて批判を行っていると私は考えています。ですから今回あえて韓国ではどのようなことになっているのかということをご紹介し、それによって安倍政権の政策というものが0点だったと評価する人たちに、本当の0点という政策の結果というのがどんなものであるかというのを少しお話ししようと思ったのです。それでは韓国における若者たちの失業率、それに伴って起きている悲劇についての話をどうぞ。韓国の若年失業率が10年間で5位から20位へ。日本は経済協力開発機構 OECD 加盟国のうち、とりわけ韓国の若者たちが厳しい就職難にあえいでいるという調査結果が出た。韓国経済研究院が2009年から2019年にかけて10年間の OECD 加盟国の若者の雇用指標を分析した結果によると、若年層15歳から29歳の失業率が OECD 加盟国で平均 4.4 ポイント下がったのに対し、韓国は 0.9 ポイント上昇したという。OECD 加盟国の平均若年失業率は2009年の 14.9% から2019年には 10.5% となり 4.4 ポイント改善された。一方韓国は反対に若年失業率が同期間に 8% から 8.9% へと 0.9 ポイント悪化。OECD 加盟国のうち韓国の若年失業率は5位から20位へと15ランクも急落した。2009年から2019年の間に韓国と同じく若年失業率が悪化した国は OECD 加盟37カ国のうち6カ国に過ぎない。増減幅はギリシャ、イタリア、韓国、トルコ、ノルウェー、ルクセンブルクの順で大きかった。一方日本の場合は2009年には若年失業率が韓国と同じく 8% だったが、2019年には 3.6% と大幅に改善され、OECD 加盟国のうち最も低い失業率を記録した。その他アメリカは 8.1 ポイント、イギリスは 6.5 ポイント、ドイツは 5.3 ポイント、スウェーデンは 4.5 ポイント、それぞれ失業率が低下し、韓国とは大きな違いを見せた。失業率の悪化とそれに関連して取り上げるべきデータというのは、自ら命を絶つ人の数値というものを注目しなければなりません。韓国の昨年自害率 OECD 国家1位キープ、1日平均38人、10万人あたり 24.6 人、日本は7位。昨年韓国では1日平均38人が自害していたことが明らかとなった。また2年連続で経済協力開発機構 OECD 加盟国の中で1位という不名誉を味わうこととなった。なおここでは自害と表現していますが、他の表現をした場合、
そのことはそれ自体が禁句として YouTube から指定される可能性があるため、記事では使われていない自害という表現に差し替えています。韓国統計庁は今日22日、このような内容を盛り込んだ2019年死亡原因統計を発表した。この統計によると、昨年故意に自害で死亡した人は 13,799 人であった。これは1日平均 37.8 人ということになり、その前年より129人増加した数値である。韓国の昨年の自害死亡率、人口10万人あたりの自害数は 26.9 人である。OECD 基準で計算した韓国の年齢標準化自害率は 24.6 人で、OECD の平均である 11.3 人に比べて2倍以上高い。2019年基準の OECD 加盟国の中でも最も高い数値である。韓国は2018年から2年連続で世界での自害率が最も高い国となっている。一方、日本の年齢標準化自害率は 14.9 人で OECD 国家7位、アメリカは 14.5 人で9位だった。スウェーデンは 11.4 人、ドイツ 9.5 人、スペイン7人であり、トルコは 2.6 人で最も少なかった。韓国の昨年の自害死亡者を性別で見ると、男性が 9,730 人、女性が 4,069 人となり、男性の方が 2.4 倍多かった。また10代と20代の自害率がその前年に比べてそれぞれ 2.7%、9.6% 増加している。他の年齢の自害率はほとんどが減少しているにもかかわらずだ。記事では紹介しませんでしたが、韓国は家計の負債その比率についても OECD においてワースト1位を記録しています。これは家庭の抱えている借金その額についても非常に大きくなっていることを示しています。韓国においては若者たちの職がないという問題もありますし、それに伴う心の病にかかる人というものもまた同じように増えています。そして若者だけに限らず多くの家庭において借金がマシマシな状態というわけです。そしてここで思い出してほしいのは、新型コロナウイルスによる大打撃が世界中へと広がっていくその前の世界においては、世界経済というのはリーマンショック以後というものは基本的に右肩上がりで成長もしくは発展を続けてきました。全体の状況が良いのですから、当然のように日本の政策のように基本的には失業率というものは下がる傾向になるはずですし、同じように韓国だって失業率は下がってきたはずだったのです。しかし日本の中においては安倍政権の行ってきたことはまさに0点だと評価する人たちに対して言いたいのは、このように世界を見れば世界的な景気が回復状況の中にあっても失業率は悪くなるし、若者たちが自ら命を絶つその確率についても上がってきてしまう国がまさについ隣に存在しているということを見逃してはいけません。本当の0点の政策の結果として現れるのはこのような話ではないでしょうか。そしてこの話で勘違いしてほしくないのは、私は安倍政権の行ってきた経済政策というのが100点だったかといえばそういうわけではないというところです。私は政策というのは常に良い点もあれば悪い点もあり、そして100点満点の政策などこの世には存在しないと考えています。ですから常に0点か100点かその間のどこかに政策の評価というものは存在するはずなのです。なお今回紹介した記事の中にあるように2008年からのデータをもとにして数値が紹介されていました。このことからもわかるように日韓どちらの指導者に対しても言えることですが、前の政権からのデータとしてこの数値は出ていること、このことも注目しなければなりません。つまり国の指導者が変わったとしても全体の傾向としてその国家における失業率などについては改善傾向にあるのかそれとも悪化傾向にあるかというのを違うということです。日本国内においては安倍政権の政策というものを統括するときに必ずのように0点評価をする人たちというものが非常に多く存在しています。しかしもしも韓国のこれらのデータと見比べた場合本当に同じ0点なのでしょうか。私は違うと思います。ではなぜそのような形で日本国内の政治について0点をつけてしまうかといえば、それは非常に短視眼的に自分の見たいものだけしか見ていない状況だからこそそのような評価をするのだと思います。常に情報というものはいろんなところから見た方が良いでしょう。そうすることによって本当にその評価が正しいのか、そしてその評価というものは果たして絶対的なものなのかというのを見直すことができます。
今回韓国における状況と日本の状況を比べたわけではありませんが、韓国の状況だけを見れば、これこそがまさに0点の基準となる話だなと皆さんも納得できるのではないでしょうか。もちろん日本の政策においては改善点というものは山ほどあります。日本における非正規雇用の割合が高まってくるその背景としてあるのが、女性の場合であれば妊娠出産の時期において育休などを十分に取ることができず、ほとんどの場合が退職を迫られ、そのことによって非正規雇用としてしか再就職ができない問題があります。また前回の生放送の中においては、高齢者が定年退職を迎えた後、その後の就職というのは常に非正規雇用というものが優先し、それによって全体の非正規雇用というものの割合が上がってしまうという、この問題に対しても私は給料が安くても良いから公務員として雇うような形というのも一つの解決策ではないかという話をしました。ただしその時にも韓国と比較し、韓国において高齢者たちを雇う際には鳩の餌やりを監視するような仕事であったり、図書館の中でおしゃべりしている人たちに対してもうちょっと静かにしてくださいねと声かけするような、いわばほとんど全く役に立たないところにお金を出し、彼らに職を与えている問題も取り上げました。ですから少しでも日本においてはそのような悪い見本というものを見るのではなく、少しでも改善した形で政策を打つべきだという話をしました。私の場合は高齢者を給料が安くても良いから公務員にして少しでも非正規雇用の割合を下げようとするならば、農業従事者として訓練するのが良いのではないかという話をしました。もちろんこのアイデアが最善かと言われればきっとそうではないでしょう。必ずのようにより良い案というものは世の中に存在するはずです。しかし大きな問題として言えるのは、そのようにどのように改善するかという思考を持つことです。物事を0か100だけで測って100点じゃなければ全て0点だと批判するのは簡単でしょう。しかしその間にある50点であるとか60点であるとか、そういったまだまだ改善の余地がある政策に対して、じゃあどうやって改善するかという思考法を持つことこそがより良い批判者というものを育てて、それによって今の批判ばかりで建設的な議論ができない野党を批判する、そのような国民性を育てることの礎となるのではないでしょうか。皆さんはこのような話を聞いてどのような感想を持たれたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。